皆さんおはようございます。本日は9月17日19日目っすね、30日連続チャレンジ6時50分ですね。6時50分、これからですね、群馬県伊勢崎市に向けて出発します。今日はですね、広告代理店からの依頼で美容室の撮影になります。今回も美容室の撮影です。はい、って感じで朝早くから出発したいと思います。それではまたお会いしましょう。はい、皆さんお疲れ様です。ですね、本日撮影が終わって今横川のサービスエリアにいます。はい。今日の撮影はですね、美容室ということで、また本日も美容室で撮影しました。はい。っていうか外めちゃくちゃ暑いです。車のね外気温で見たら36度でした。はい。今ドトールのタピオカ飲んでますけど、うまい。でですね、今日のね、反省というか、教訓をちょっと話していこうかなと思います。皆さんフリッカー現象ってご存知ですか？フリッカー現象っていうのは、要は蛍光灯とかね、そういうの多いんですけども、よくね携帯とかそういうのを撮るとなんかチカチカしてる現象あるじゃないですか。あれがフリッカー現象なんですよね。原因としては、その電力会社の周波数帯域が違って、それがフリッカー現象につながるんですよね。簡単に話すと、詳しく話すとねちょっと時間長くなるんであれなんですけど、今日行った美容室がですね、こうカメラをセッティングして、じゃあ撮ろうかなと思って見たらフリッカーしてたんですよね。あれと思って、なのでちょっと今日はライト消してくださいって言ってお願いしてたんですけど、群馬県なんで多分50Hz だと思うんですけど、なんか場所によってなのかな。僕もねそのフリッカー現象をその対策するためにその FPS、60fps で撮ったんですけど、そのかける2倍のシャッタースピードで設定したんですけど、それでもちょっとねフリッカー現象がね起きちゃって、でもシャッタースピード上げればいいんですけど、なんか嫌だなと思って、なのでちょっと電気消してもらって、カメラの ISO 感度でなんとか乗り切ったんですけど、外からのね光が入ってきたんでそんなに暗くはなかったんですけどね。はい。でやっぱり撮影する前にそういうフリッカーが起きてるかどうかっていうのもねちゃんと確認しなきゃいけないなって改めて今日の撮影で思いました。ぜひね、なんかそういう風にね撮影とかするときにフリッカー現象にぜひ皆さん注意してくださいっていうのが僕の教訓でしたね。で、今日行った美容師さんはですね、マジでね、アンティークが置いてある、美容室さんで、めっちゃねその店長さんもねめっちゃ優しかったですねちょっとねこわもてな感じしたんですけど、めっちゃいい人でした。はい。やっぱね美容室の撮影楽しいですね。やっぱ美容室ごとにやっぱり個性があるんで、ただね本当にこうジンバルワークとかしなくていいし、ちゃんとねきっちり撮ったりとかすればいいし、じゃあどういう画角とか構図にしようかなとかぐらいで済むんで、めちゃめちゃ楽だしこっちがなんかいろいろ構成しなくても、そのちゃんとね、美容室なら切ってるシーンとか、お店の内装とか外装とか外観とかをね撮れば15秒のね PR 動画できます。はい。美容室はね本当になんかそんな変にやるよりは、その美容室ってねやっぱりその個性があるので、そういうのでねやっぱりその個性をね消さないように、むしろ撮影してる側が個性を消しちゃうと本末転倒になるんで、なので、そういうところをしっかり考えながら撮影できたし、本当にね朝早めに7時ぐらいに出たんですけど、もう今12時過ぎてますけど、僕はタピオカ飲んでます。はい。でそうですね、まとめると
美容室での PR 動画だったら、15秒ぐらいだったらその美容室の個性を消さないように、ジンバルワークに頼りすぎずに、美容師のシーンをねしっかりその個性が出るようなところの構造を作ってあげて、美容室の全体とその美容師さんが切ってるとか、お客さんと話してるとか、そういうところをね撮ってあげればいいと思います。はい、15秒だったら。それがねドキュメンタリーとかなんだかんだになるといろいろとまた変わってくると思うんですけど、今回ね15秒だったら僕はそういう感じでやりました。あとフリッカー対策ね。結構ね、今日初めてかな、いつもだったら60fps だったら、120以上のシャッタースピードです。120分の1ですね。するんですけど、今日なんかねフリッカー出てたんで、それがねちょっと僕もねフリッカー現象起きないようにはするんですけど、やっぱね微妙に起きるんですよね。なんで今日とかもいろいろやってたんですけど、難しかったですね。はい、なのでもうそういう時はもうね最悪 ISO 感度を上げて電気消してもらって、それで暗かったらねライトを焚けばいいと思うんですけど、外からの光が入ってきたんで、外からの光は結構ねいい感じでした。もうね本当にね皆さんに見せたいぐらいねいい感じの光だったです。はい、僕の技術じゃなくて本当にねやっぱ内装とかね外観がいいとやっぱりおしゃれです。はい、美容室は特にね本当に美容室の撮影はね語弊があるかもしれないですけどめちゃくちゃ簡単です。はい、本当に注意するのであればその撮影者のエゴを出しすぎないように、ありのままのその美容師さんの美容室の良さを引き出すだけでいいと思います。はい、っていう感じです。はい、本当にね暑いですね。今日天気いいから本当にめっちゃね景色はいいです。はいはい、本当にねザ・サマーが来たって感じです。はい、てな感じで本日の、19日目になるのかな、19日目、そんな感じで、30日連続チャレンジの、18日目を終わりにしたいと思います。ぜひね、感想とかコメントお気軽にしていただければなと思います。僕の30日チャレンジの行く末が見たい方はぜひねチャンネル登録と、グッドボタン通知オンにしてお待ちください。本日もね最後までご覧いただきありがとうございます。またね明日もよろしくお願いします。それではまた。